こんにちは。こんばんは。おはようございます。日本語 V ティーチャーのわさびです。今日はアニメスパイファミリーシーズン2の第1話に出てきた5つのセリフから使えるとちょっとかっこいい日本語の慣用句、フレーズ、言葉を勉強します。準備はいいですか？今日一日羽を伸ばしていただきたいなと、ロイドが夜に言ったセリフです。羽を伸ばす。これはゆっくり休んで休憩するという意味です。ポイントは学校や仕事、しなければいけないタスクから離れてゆっくりするということです。ロイドもこの慣用句の前にいつも家事や育児で助けられているのでと言っていましたよね。週末は3連休なのでゆっくり羽を伸ばしたいと思います。週末くらいは羽を伸ばしてはどうですか？のように使います。毎度足元見やがって。フランキーがロイドに言っていましたね。どんなシーンだったか覚えていますか？待て、何度言わせんだ。俺は情報屋であって便利屋じゃないからな。仕方ないだろう。アーニャ一人を家に置いておくわけにもいかんし。前新しいスパイグッズ開発したいって言ってたろう。報酬は弾むぞ。ほら。毎度足元見やがって。このシーンです。足元を見るは相手の弱点、弱いところを見つけてそれを利用する。自分のいいようにコントロールするという意味です。これはネガティブなニュアンスを持つ慣用句です。ちなみに、やがるは動詞のます形からますを取ります。プラス、やがるの形で使います。相手を非難する、バッシングするニュアンスがあります。普通は男性がよく使うかなり雑な表現です。ロイドはフランキーの足元を見ている。フランキーはロイドに足元を見られている。このようにどちらの立場でも使うことができます。デートプランを862通り練っておいた。抜かりはない。もちろん、これもロイドのセリフですね。まず、プランを練る。意味は、プランについてすごくよく考えて修正したり、できるかどうかを確認したりして、いいものにすることです。簡単に言うと、すっごくよく考えるという意味です。よく似た言葉で計画を立てるというコロケーションもあります。これは計画しただけでブラッシュアップした、もっと良くなるようによく考えたというニュアンスはありません。そして、抜かりはない。これはしっかり準備をしたから大丈夫だ。失敗することはない。ミスや忘れ物はないだろうという意味です。漢字ではこう書きます。抜かりない、抜かりがないということもあります。ロイドは計画を立てるだけじゃなくてしっかり考えた。計画を練ったので
抜かりがない。パーフェクトだという感じです。足を洗ってまっとうに生きようと働き始めた矢先に、これはレストランにいた赤いサーカスの人のセリフです。足を洗う。悪いことをする仕事。良くない仕事を辞めるという意味です。ギャンブルから足を洗った。このように仕事だけではなく悪い習慣、良くないことから卒業するという意味でも使うことができます。ちなみに、まっとうな。これは真面目な、まともな、誠実な、嘘のないという意味。矢先は何かをしようとしたその時、その瞬間という意味です。なので、働き始めた矢先のように何かを始めたすぐ後にという意味で使うのは本当は間違った使い方です。ですが、ある新聞社の調査では、調査に参加した日本人の半分以上の人が矢先を何かが起こったすぐ後にという意味で使っていると書いていました。まるでこのセリフのようですね。これは矢先の新しい使い方と言えるかもしれません。これに懲りたら二度と安易。私たちに近づいてはダメ。これに懲りたらはひどい目にあった。もう嫌だと思うような出来事を繰り返すのは嫌ですよね。それならもう二度と同じことをしないでという意味です。同じことは懲りたらの後ろの言葉とリンクします。この場合、私たちに近づいてはダメにリンクします。つまり、ひどい目にあった、もう嫌だと思ったら二度と近づかないでくださいという意味になります。これはお母さんと子供の会話、友達同士の会話でも使います。そんなに走ったら危ないよ。大丈夫だ。だから言ったのに。これに懲りたらもう走っちゃダメだよ。懲りる。これだけでもこの失敗や経験をもう二度としたくないという意味になります。ちなみにこれであいつも懲りるだろうというと、ひどい目にあったのでもう二度としたくないと思うだろうというニュアンスになります。でももう懲りた。多形になると、この失敗や経験からこれは良くないことだと学んだ。勉強した。だからもう二度としないというニュアンスに変わります。さらに、お酒はもうこりごりだのように2回続けて言うスタイルもあります。こりごり、これはひどい目にあって完全にすっかり嫌になったという意味です。懲りるの強い言い方です。もうこんな経験したくない。絶対に嫌と思ったときはこりごりだを使ってみてくださいね。いかがでしたか？今日紹介した言葉や表現は漫画、アニメはもちろん
日常でもよく使う表現です。自分で使えるとちょっとかっこいいし、聞いた時にすぐ理解できると日本語がもっと楽しくなりますよね。使い方が心配な人はぜひコメント欄に例文を書いてみてください。チェックしてお返事します。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーも。バイバイ。